忙しかった本当の理由があります。実は私は今年、皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークです。私は自然なスピードでなるべく語彙コントロールをせずに話します。ぜひ字幕をつけながら聞いてみてください。字幕起こし機能を使うと2言語表示することができます。今日のテーマに入る前に、ちょっとコンビニでこちらを買ってきました。はい。大盛り明太子クリームうどんです。セブンイレブンで買いました。値段は税抜き価格328円でした。ちょっと先にこれを食べてもいいですか？これ冷凍です。だから電子レンジでチンします。チンは何ですか？これはね、私のオノマトペの方に書いてあるので、ぜひ見てください。蓋を点線まで開けて、切れちゃった。まあ、いっか。500ワットで7分結構かかりますね。まあ、とりあえず温めたいと思います。はーい。温め終わりました。こんな感じです。大盛りにするつもりはなかったんですよ。でも、大盛りしかなかったの。他の、普通のサイズのものがなかったので、大盛りにしました。では、いただきます。熱っ。ちょっとよく混ぜますね。ちょっと置きます。ネギも入ってる。今日はなんとなく、うどんの気分でした。でも最近は全然コンビニでお弁当を買ったり、こういう冷凍食品を買うことはなかったですね。撮影のために久しぶりに買いました。よし。じゃあ、ちょっと待ってか。よし。では、いただきます。さて、私は襟が曲がっていることにいつ気がつくのでしょうか？うどんがしっかりもちもちしています。もちもちもオノマトペです。美味しい。ちょっと水飲みたい。水飲みます。美味しい。でもね、ちょっと食べながら話すのは難しいので、まずはちょっと話したいと思います。私、先月のジャパニーズトークの動画で、忙しい時のメンタルの保ち方とか、忙しい時に、どういう考え方をするようにしているか、みたいな話をしたんですね。今日はどうしてそんなに忙しかったのかについて話したいと思います。ただ本当に、忙しさって比べるものじゃないし、前回も話したけどね。皆さんの方が本当に忙しいと思います。だから、私にとって忙しかったっていう意味です。はい。で、いくつか理由があるので話していきたいと思います。ちょっと見ながら話します。まず私は去年の4月から大学で非常勤講師として日本語を教え始めました。今でも日本語学校で教えています。日本語学校も非常勤講師として教えています。でね、私が今まで日本語学校で教えてきたテキストとか教え方と大学は全然違っていました。だからまずその教え方とかを自分で見直さなきゃいけなかったんですね。で、大学で教えているテキストも今まで一度も教えたことがないテキストだったので、やっぱりしっかり予習をしなきゃいけなかったんです。で、これが結構最初は大変でした。一応私10年間日本語教師として教えているので、慣れてきたら全然大丈夫なんですけど、やっぱり同じ教える仕事であっても、その学校、環境、学生、テキストが違うと、やっぱりちょっと慣れるのに時間がかかるかなと思います。あと、大学で教えるようになってから初めてしたことは、テストを作ることと、
学生の成績を評価することです。私は日本語学校で本当に日本語を教えることしかしてきませんでした。小テストとかは作ったことがあるんですけど、学生の成績に関わるような、なんて言うんだろうな、1時間とか90分ぐらいかけて行うテストを作ったことはなかったんですね。で、テスト作るって本当に大変ですね。毎回ね、作ってらっしゃる先生方たくさんいると思うんですけど、本当に尊敬します。どういう問題を出すかっていうのはもちろん考えなきゃいけないことなんですけど、学生たちに何点ぐらいの点数を取ってもらうかっていうのも考えなきゃいけないんですよね。だからね、それが結構大変でした。で、あと、次に、私がこの1年間やってきたことっていうのは、オノマトペの本を作ることです。で、もう、この動画が出る頃には販売されてると思うんですけど、猫の漫画で学べるオノマトペの本を作りました。で、私にとってね、これは2冊目の本なんですけど、前の本と全然違うところは漫画で学べるところです。で、イラストレーターさんが本当に素敵な漫画を描いてくださいました。猫たちも本当に可愛いので、ぜひ皆さんに見てもらいたいんですけど、その自分が書いたセリフを漫画にしていただくときに、やっぱりどうすれば細かい描写が伝わるかっていうのを考えて伝えるのは結構難しかったです。でも、角川の編集者さんがすごくて、そういう私たちのコミュニケーションとか伝え方っていうのは、編集者さんがすごく手伝ってくださったので、本当にうまくいったなと思っています。ありがとうございます。本を作るときって、1回目に書いた原稿と出来上がった本の内容って結構違うと思います。私前の本もそうだったんだけど、やっぱり作っていく過程でもっとこうした方がいいっていうアイディアがどんどん出てくるんですね。例文もやっぱりこっちの例文の方がいいんじゃないかとか、日本語を勉強している人のことを考えて、もっとこういう単語を使った方がいいんじゃないかっていうアイディアがどんどん出てきます。で、その出てきたアイディアを入れるか入れないか、その文章を変えるか変えないかっていう、選ぶ時間もすごくかかりました。やっぱりもう出版した後は修正することができないですよね。だから1回目の原稿が出来上がってから実際に出版するまでにもう何回も見直しをします。で、それが結構やっぱり時間かかるんですよね。でも私は納得したものを絶対に作りたいと思っていたので、もうそこは妥協しないで、何かアイデアがあったらすぐに編集者さんに相談するっていうことをしていきました。編集者さんは本当に大変だったと思います。私がもう次から次へと、やっぱりこうした方がいいと思うんですけど、どう思いますかねっていうのを、もうどんどんメールで言ってったので、すごく大変だったと思います。でも本当に優秀な編集者さんで、私の意見とかもちゃんと汲み取って、こういう風にした方がいいかもしれませんねとか、あと、もっとこうしたらどうですかっていうのを逆に言ってくださったりして、本当にね、すごくいい本が作れたと思っています。本当にありがとうございます。で、このオノマトペの本には動画も音声もあるんですね。で、動画、音声はスタジオに行って、撮影しました。で、その後、その編集したものを私は全部チェックしました。動画も音声も何時間もかかりましたね。でもやっぱり、ちゃんとね、責任持ってチェックしたいなと思っていたので、そこにはきちんと時間をかけました。だから、もうこのね、本一冊を作るのに、もう本当に、この1年間時間を費やしました。ちょっと食べますね。お腹空いちゃったよ。皆さんは今日は何食べてますか？何食べましたか？お腹が空くとさ、
私、集中できません。皆さんはどうですか？私、この襟が曲がってましたね。恥ずかしい。ちょっと、いいや、ちょっともう取り直す時間がないので、このままにします。これ、襟と言います。襟です。でね、今日はちょっと皆さんにあることを発表したいと思います。実は、仕事が忙しかった本当の理由があります。これはまだ、ペイトリオンのメンバーさんにも言ってないので、初めて皆さんに伝えます。実は、私は今年、もう一冊本を出します。はい。私はこの1年間、2冊の本を出版するためにずっと準備をしていました。で、ちょっとね、紹介させてください。今回も猫の漫画で学ぶことができる文法の本です。生活で使える場面がたくさんあります。JLPT のためではないんですけれども、レベル的には JLPT の N2 とか N3 の文法もたくさん含まれています。そして皆さんからよく質問がある尊敬語や謙譲語もありますので、勉強したい人はぜひ見てみてください。で、動画も音声もあります。今回この本にはポッドキャストはありません。だからね、オノマトペの本と比べると薄くてもっとカラフルなので、お土産とかプレゼントにもすごくいいと思います。でも、やっぱり皆さん、ポッドキャスト聞きたいですよね。と思ったので、本を買ってくれた人には特典がいくつかあります。一つ目は、前と同じようにしおりがあります。二つ目は、特別なポッドキャストを作りました。これは本の音声などが書いてあるページにダウンロードの説明がありますので、ぜひそちらを見てください。で、三つ目は、ポッドキャストも動画も音声だけじゃなくて、なんとスクリプトもあります。こちらもダウンロードして見ることができますので、ぜひ見てみてください。こちらの本の発売日は5月21日を予定しています。今本当にチェックするものが多くて大変なんですけど、でもやっぱりね、買ってくれた人、見てくれた人のことを想像すると、すごく楽しみです。この本は勉強っていうよりは、楽しくね、学べることを目的としているので、楽しみながらぜひ読んでもらいたいなと思っています。もう Amazon やカドストで予約をすることができます。リンクはこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。本屋さんでの販売は5月21日です。電子書籍もあるんですけど、こちらも5月21日頃から買うことができると思います。また、発売されたら私のインスタや YouTube のコミュニティでお知らせしますので、ぜひそちらもチェックしてください。私は去年このような目標を立てました。来年本を2冊出版するです。これは私にとっての挑戦でした。正直に言うと、できないと思っていました。オノマトペの本を作っていく過程で、漫画が本当に可愛いし、猫が好きな人も多いことを知っているので、これはオノマトペだけじゃなくて、文法の本もこの漫画で作れたら、すごくいいんじゃないかなって思ったんですね。なので、去年の、いつぐらいだったかな？ちょっと忘れちゃったんですけど、でも、オノマトペの本を作りながら、編集者さんに、もしよかったら、この猫の漫画で学べる本の文法バージョンを作りたいですっていうのを私から提案しました。そして、編集者さんから OK をもらえたので、オノマトペの本も作りながら、文法の本も作っていました。さっきも言った通り、大学の授業、日本語学校の授業、あと私オンラインで
教えているので、オンラインの授業、あと、ペイトリオンのメンバーさんへの、例えば、ポッドキャストだったりとか、あとこの YouTube、あと、ポッドキャスト、ラジオとか、あと別の仕事も時々入ってくるので、本当にいっぱいいっぱいでした。いっぱいいっぱいだったけど、本当に大変だったけど、でも私にとって本を出版するっていうことは特別なことですし、このチャンスは絶対逃しちゃいけないと思って、2冊の本をこの1年間作っていました。はい。予想以上に大変だったけれども、でもすごく充実していたし、やっぱり皆さんのことを考えながら、こうした方がいいんじゃないかなとか、もっとこういう風にできないかなっていうのを考えている時間は、私にとってすごく楽しかったです。この本もオノマトペと同じように、英語と中国語の簡体字の翻訳があります。でも私はもっといろんな言語でこの本を広めていきたいと思っているので、もし海外の出版社さんがこの動画を見ていたら、ぜひ概要欄にある角川さんのお問い合わせフォームから、連絡していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。皆さんのおかげで、こうやって私は本を作ることに挑戦できたり、今も日本語教師として働くことができます。本当にいつもありがとうございます。はい。もうね、この本が終わったら、少しはね、自分の時間があると思うので、もうちょっとゆっくりどこかに行ったり、ちょっと他のこともね、やってみたいなと思っています。ということで今日は私の仕事が忙しかった本当の理由をね、ちょっと話してみました。文法の本を作っているっていうのは、本当に、家族も知らないことだったので、いつ家族に言おうかなって思ってるんですけど、はい。ちょっとしたね、サプライズを皆さんにしたいなと思っていたので、ずっと秘密にしていました。はい。ではね、今日の動画はここまでにしたいと思います。私はこの後、残りのうどんを食べます。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんないつもありがとうございます。